送はカタマレヨンベールミュールター2昭和の普通のうちスタジオプラス1 4月とご覧のスポンサーの提供でお送りします。皆さんこんばんは、広瀬はじめです。Keep Calm on T シャツ T シャツと映画のお話。今回は SF アクション超大作ターミネーター2からクールな不良少年が聴く音楽と T シャツです。ターミネーターシリーズで一貫して未来の重要人物として描かれているジョン・コナー。ターミネーター2では少年時代のジョン・コナーが登場しています。彼はクールな不良少年として描かれていますが、1991年当時、クールな不良少年は一体どんな音楽を聴いて、どんなファッション、どんな T シャツを着ていたのでしょうか。言い換えれば、最もバッドでヒップなかっこいいものというのはどんなものだったかということが垣間見ることができるかもしれません。それでは動画をご覧ください。いつもはですね T シャツとロック音楽について、話をしてたんですけど、今このシーズンはですねロック音楽からですね少し離れて映画の中での T シャツのお話をしてたりします。しかしながらというかですね、どうしてもですねもともとがその、ロック音楽が好きで、そこから T シャツ集めたりとかっていうことを始めてたりするので、映画の中の小道具として扱われている T シャツもついついですね、ロックっぽいところに目が向いてしまったりというような感じがします。それはですねこれまでの中でも再三語ってきたですね、私自身の90年代の経験の中においてもやっぱりそんな感じでついついそのT シャツって映画の中でこんな風に使われてるんだなというような感じで見てたということもあるので、今回の映画と T シャツの話もですね実はちょっと音楽の話も絡んでというようなことになります。90年代 CG 技術の導入によって映画の表現って革新的に広がったのかなというふうに思ったりするんですよね。で、ターミネーターという映画ご存知かもしれないんですが、1984年にですね、第1作目の映画が公開されています。で、その1作目ではいわゆる VFX と当時よく言ってたんだけれどもビジュアルエフェクツですねを多用した SF 映画の1作品に過ぎなかったかなというふうに思います。それでもプロットはうまくできていたので、面白かったですね。ただですねそこのターミネーター1作目アーノルド・シュワルツェネッガーというですね、スター性を秘めた俳優と、明快なそのプロットを、スリリングに見せた演出のうまさでかなりヒットしたんですよね。でシュワルツェネッガーがやっぱりアクションスターとして出世した、出世作と言ってもいいのかなというふうに思ったりします。私が個人的に思うのはやっぱり演技より肉体の説得力でですね映画の大きい画面をですね、成立させる出るって思うんですよね。でそれってやっぱりすごいことだなというふうに思うんですね。やっぱりそれも一つの俳優としての才能だったりすると思います。歴史に残る俳優さんだなというふうに思ったりしますね。で90年代に入って最新のその当時最新の CG 技術と、潤沢なですね制作費用を使って撮られた第2作続編ですね。そのターミネーターの続編は実はそのお話のプロットっていうのはですねオリジナルのその第1作目とですねほぼ変わらない未来から来たですね悪いことを企む刺客とですねそれを阻止するべく同じくその未来から送られてきたですねなんですか味方、死者ですね、がかけっこするですね、ストーリープロットで、だったんですけども前の話第1作ではですね、送られてくる刺客役のですねシュワルツェネッガーがですね、その
ターミネーターのヒット、その後の作られた映画のヒットもあって大スターになったんですよね。なので、悪い役としてではなくですね、悪いやつを阻止するですね、味方側のですね、ヒーローになって出てくるんですよね。で当時、その最新の CG 技術を使っているので、その CG 映像とですね、前作以上のですね、切ない感動を呼ぶようなですね、ストーリー展開で、前作を上回るですねメガヒットになったという作品です。で、ターミネーター2がもう大ヒットするので、さらにですね、続編がいくつも作られるんですけれども、シュワルツェネッガーのですね、肉体がの説得力みたいなのがですね、だんだんちょっとやっぱり年齢とともに衰えていったということと、ターミネーターというタイトルからしてですね、どうしても変えることができないストーリー上の制約っていうのがやっぱ出てるんですよね。それがやっぱり話をプロットを単純にすればですね、見てる方は飽きてしまうでしょうし、作り込んでいくと複雑にするとですね、分かりにくくなって受け入れられなくなるというですね、ジレンマみたいなのがやっぱり、そういうのに陥っちゃうのかなというふうに思ったりするんですよね。なのでやっぱりターミネーター2を超えるヒットにはその後の作品というのはやっぱなってないということです。で、個人的にはですね、第、5作目になるんですかね、新起動ニュージェネレーションっていうタイトルのターミネーターあるんですけど、これすごくちょっと視点を変えて、さっき言ったいろんなストーリー上の制約みたいなのをちょっとその視点ずらしているんですよね。ちょっとなんとなくパラレルワールドっぽいも感じたりするんですけど、そこをちょっとうまく視点を変えてるかなというふうに思って、僕は結構話は好きだったりするんです。でその後にまた作られたりしてるんですけど、噂ではですね、もう続編は作られないという話もあるようなので、ちょっとそれはそれで残念かなというふうに思ったりはします。そういったターミネーター2という映画なのですけども、もう皆さん大ヒットした有名な映画なのでご覧になったことありますよねという前提でお話をしようかなというふうに思ったりしたんですが、それでもですね、このターミネーター2っていう映画自体はもう30年も昔の映画なので、実は見たことない、知らないという人も実は多いということを知ってですね、それを知ってちょっとびっくりして、これまた自分が年寄りになってしまったんだなということをですね思い知って、ちょっと寂しく思うというようなこともありますということですね。なのでぜひ見ていただければ、誰でもが楽しめる映画なのかなと思ったりはするので、なるべくストーリーには触れないように今回もネタバレなしという感じで話をしたいというふうに思います。映画の中で重要な人物、さっきも少しお話ししましたけれども、ターミネーターっていうのは必ずこの設定じゃないといけないという重要な制約っていうのがあるんですけど、その重要な人物が出てくるんですけど、その重要な人物がこのターミネーター2の中ではですね、10代の少年として、登場します。そしてその少年自体は、いわゆるですね、不良少年として描かれているんですね。ところが80年代、その前の90年代の前の80年代の不良のようにちょっと粗暴な、アメリカの不良の粗暴な感じもしないですし、悪いこと、悪事もですね、ちょっとナイフ持って暴力するじゃなくて、デジタルツールなんかを使ってですね、クレジットカードの、スキミングをしたりとかですね、したりします。で見た目もですね、自己顕示欲丸出しのですね、派手な格好とかを、髪型とかはしてないですね。どちらかというとちょっと、ナードな感じで、当時のですね、グランジみたいなスタイルだったりします。いわゆるそれがですね、90年代のクールな、アメリカにおけるそのバッドボーイのイメージだったんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。で、役者もですね、エドワード・ファーロングっていう、当時はですね、そのクールな超美少年みたいな
役者さんがですね演じています。そのクールなですねバッドボーイが劇中で着用しているのが、実はそのヒップホップグループのパブリックエネミーっていうグループの T シャツなんですね。この少年が実はその部屋にもですねパブリックエネミーのポスターを貼っていたりするということなんです。そのパブリックエネミーの T シャツっていうのがこの T シャツです。バックにプリントがあります。物語のですね重要人物っていうことでもあるので、実は多分、細かいところまで実は丁寧に、設定がされていて、演出もですねそれに基づいてされているのかなというふうに思ったりするんですね。この人物の、映画の中ではですね語られない背景っていうのが多分ある程度しっかり作り込まれているというような、ところがこのパブリックエネミーの T シャツを着ているというところにも現れているんじゃないかなというふうに思うんですね。で、やっぱり重要なのは90年代におけるその時代のクールな不良少年バッドボーイはヒップホップだっていうことです。いかにもですね、悪いなというようなことをイメージしやすいそのメタルとかですねパンクというようなですね、ロックっぽい感じではないというところがちょっと重要なポイントなのかなというふうに思ったりします。演奏する側のですね、哲学とは別なところで、お金を生み出す音楽になってしまったその産業化されたロックという音楽は大衆に受け入れられるということで、それを前提に曲も作られていますし、プロダクションもそういった形、プロデュースもそういうされているということで、ロック音楽っていうもの自体が本来持っていた、エッジというのがですねいつの間にか削られてそがれてですね、当たり障りのないまろやかなですね心地よい音楽にどんどんなっていってたんじゃないかなというふうに思うんですね。それはかつて不良の代名詞みたいなところがあったそのハードロックであるとかヘビーメタルといった音楽においてもそういった側面はあったんだと思います。なので、そうして産業化されたロックは、その当時ですね、90年代当時すでに、クソダサいおじさんやですねおばさんが聴く音楽でしかなかったんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。なのでやっぱり大ヒットした大衆にものすごく受けた映画ターミネーター2の主題歌もですね、クソダサいまで言っていいのかどうかわからないんですけど、ガンズ&ローゼス、分かりやすいガンズ&ローゼスの You Could Be Mine っていう曲だったんじゃないかなというふうに思ったりするんですね。で、ガンズ&ローゼスはこの曲のプロモーションビデオでシュワルツェネッガーとですね、プロモーションビデオの中でも、ターミネーター役で出てるんですけど、そのシュワルツェネッガーとですね、ガンズ&ローゼスバンドは共演してプロモーションビデオで共演したりしているということになりますし、その You Could Be Mine っていう曲の入ったアルバムですね、Use Your Illusion 2はビルボードで、ナンバーワンのアルバムになったりしているということです。映画の中のですね、小道具としてその、当時の不良少年クールな不良少年を表現する小道具としてですね、パブリックエネミーの T シャツはやっぱりかっこいい不良というですね記号であればよかったのかなというふうに思うんですね。それはですね、例えばその大衆とかですね、一般の人たちには理解不能なものを知らないものであっても、それが知らないけどなんとなくこれかっこいいんじゃないかなという思わせればいいというわけです。で、パブリックエネミーっていうグループは当時、ヒップホップ音楽でまさにですねそういうちょっとよくわかんないけどこれかっこいいんじゃないかなというふうに思わせるものだったんじゃないかなというふうに思ったりします。でヒップホップの音楽であるとかパブリックエネミーの音楽についてはまたいつものですね本編のその音楽の話の方でいつかまた話をしたいなというふうに思ったりするんですけれども、今回持ってきたこの T シャツっていうのはですね、
実は劇中ではですね、こう前面のプリントしか映ってないので、バックどんなプリントがあったのかっていうのはちょっと分かんないんですけども、前面のプリントっていうのはこの、パブリックエネミーというバンドのグラブのですね、ロゴが入ったものです。で、今日ここに持ってきているのはですね、シュプリームっていうですねブランドとですね、アンダーカバーっていうですね、ブランドがコラボレーションして、作った T シャツです。で、シュプリームのデザイナーであるジェームス・ジュビアっていう人がいるんですけど、あとそのアンダーカバーっていうブランドはその高橋純さんというですねデザイナーなんですが、まさにそのパブリックエネミーがですねクールだったその90年代80年代後半から90年代ですかね、のことをよくそのカルチャーっていうのをね知っている当時のリアルタイムで活躍されて、今も活躍されている有名なブランドなんで、その辺のですねカルチャーのこともよくストリートカルチャーも含めてですね、詳しい方なんで、そういったところもあってですね、コラボレーションするときにパブリックエネミー取り上げられたんじゃないかなというふうに思ったりします。さっきも言ったようにこれ前面のプリントはですね、パブリックエネミーのロゴそのものズバリなんですけれども、バックプリントはですね、多分このブランドのコラボレーションのでしか見られないプリントじゃないかなというふうに思ったりします。はい、ということで、最後にですね、もう一つ、ちなみにの話なんですけど、さっき言ったガンズ&ローゼスのですね You Could Be Mine っていう曲、映画のですね主題曲になってるんですけどは、プロモーションビデオの中でですね物語の重要人物の少年が登場してちらっとじゃない結構登場してますね。なのでこのパブリックエネミーの T シャツもその You Could Be Mine のプロモーションビデオの中で、ちょっと映ってますね。このプリントの T シャツを持っている人でターミネーター2見てないっていう人もいると思いますし、ガンズ&ローゼスのプロモーションビデオを見たことないっていう人もいると思うので、もしよかったらこの機会に、ご覧になってはいかがでしょうかというような感じですね。はい、さらにおまけの話があるんですけどはい、You Could Be Mine のプロモーションビデオの話しましたが、そのパブリックエネミーのこの T シャツが映り込んでるだけじゃなくてですね、Keep Calm On T シャツの第1シーズンの第2回目にですね、アクセル・ローズが着用した9インチネイルズの T シャツっていうのをですね紹介しているんですけど、実はですね、その紹介した T シャツを着用してアクセル・ローズ、ガンズ&ローゼスのボーカルアクセル・ローズがですね歌ってる場面もそのプロモーションビデオの中に映り込んでいて、その第1シーズンの第2回目にの動画の T シャツもそのプロモーションビデオの中には映っているというような話があったりしますので、よかったらプロモーションビデオの方もご覧になってはいかがでしょうかということです。はい、じゃあ今回はこんな感じ。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。90年代の初頭にはヒップホップミュージックがバッドな音楽だったわけです。ただ仲間のヘアスタイルや服装は前時代的なパンク風のファッションでした。仲間に見えなくて違和感があったりするのですが、あえて見た目が分かりやすい不良を配置することでこのかっこいい少年も悪さをする不良だということを印象づけていると、そういうふうに思ったりします。皆さんはどうお感じになったでしょうか。いや T シャツって本当に素敵ですね。それではまた。次回の Keep Calm On T シャツナンバー27はキアヌ・リーブス主演のおバカコメディビルとテッドの大冒険からテッド・ローガンが着ているバンヘイレンの T シャツです。ハードロックヘビーメタルミュージック好きで落ちこぼれのビルとテッド、そのキャラクターを象徴するかのようにバンヘイレンの T シャツが使われています。それでは次回お楽しみに。